サルどうも。今回はズッキーニのフリットを作っていきます。暑い夏はズッキーニが美味しいですよね。ズッキーニのフリットとあとはサルサ、こちらも一緒にやっていきます。フリットっていうのはフランス語ですね。フランス料理でたびたび使います。揚げたもの全般を指すんですけど、素揚げだったり衣をつけて揚げたりと、要はフライですね。はい、じゃあ早速下処理ですね。ズッキーニはまず一旦半分にして、でそれを3等分します。縦にカットですね。長さを生かした調理になります。これだけ長いとまっすぐねスーッと切るのちょっと難しいんですけど、そこは慣れが必要です。ズッキーニって結構皮がね頑丈な感じがするんで、切れ込みを入れておきます。表面に入れるだけで大丈夫です。で全部入れたら一旦バットに並べておきましょう。このね切れ込みを入れるのがちょっとめんどくさかったら、フォークとかでプスプス穴開けるのでもいいと思います。さあ、そして下味ですね。塩麹使っていきます。だいたい大さじ3ぐらいですかね。はい。あとはねニンニクもちょっとここに混ぜ込みます。今回はニンニクだけなんですけど、お好みによってはアンチョビとかめちゃめちゃいいんじゃないですかね。アンチョビのフィレでもいいですし、チューブでもどちらでも問題ないと思います。でニンニクはなるべくフレッシュな香りの方がいいんで、生を使ったんですけど、これもねチューブの方が扱いやすければチューブで全然大丈夫です。これを混ぜたもの、ズッキーニの上に塗りたくってですね、でしっかりとなじませておきます。でちょっとね落としラップしておくと馴染みやすいんじゃないかなっていうのが気持ちのどこかにやっぱりあるんで、どうしてもねやっちゃうんですよね。おそらく、実際馴染みやすいと思うんですよ。でこれそうですね、15分ぐらいは、このままなじませたいので、その間にサルサ作っていきます。サルサメヒカーナっていうメキシコの代表的なサルサ風でいきましょう。まず玉ねぎですね、みじん切りにしておきます。でこの玉ねぎそのまま食べるんで、僕は水にさらしますけど、もっとねよりダイレクトに玉ねぎ感味わいたいっていう人は水にさらさなくてもいいと思います。ここはねお好みに応じて変えてください。でセロリですね。これはね僕がセロリ好きなんですよね。なのでこのセロリの香り、独特のこの香りと、あとシャキッとした歯ごたえ、シャキッっていうかカリッっていうかね、またちょっと玉ねぎと違うじゃないですか。だからねついね入れちゃうんですよね、セロリ。さあ、あとは、ピーマンですね。本来だと青唐辛子とか使うんですけど、やっぱピーマンの方がよく売ってますよね。そう、青唐辛子がねちょっとねやっぱなかなか売ってなくて、ピーマンでいこうと思って、ピーマンにしました。青唐辛子売っててもピーマンにしたかもしれないですけど。であとトマト、もうこれは絶対ですよね。トマト湯むきするとよりね丁寧な仕上がりになると思いますけど、そこはね全然お家で食べるものなんで、今回は皮付きのまま、キューブにカットしていきます。あとこの玉ねぎの白と、ピーマンとか青唐辛子の緑と、トマトの赤、この3色がメキシコの国旗のカラーと同じなんで、サルサメヒカーナっていうのは必ずこの3つのカラーの食材を使います。というか使うと言われてます。で、軽くさらしておいた玉ねぎですね。これも水分しっかりと拭って、紙でももう一回ギュッと絞っておきましょう。そうしないとやっぱどうしてもね水っぽくなっちゃうんですよね、ソースが。ただでさえトマトとか味してると離水し始めるんで、離水って水分が出始めるんで、こういうところでね横着しすぎるとどんどんソース薄くなっちゃいますから、気をつけましょう。あとはもうね調味料混ぜるだけです。一応レシピはね概要欄載せておきます。パウダーのチリペッパーも振るんですけど、ちょっと辛みの感じ方を変えるためにタバスコもね加えてます。タバスコを加えるとやっぱり美味しいんで、独特の酸味があるじゃないですか、タバスコって辛さの他に。これがねサルサにすごくよく生きると思うんで、タバスコも入れました。さあ、それでねこんな感じでズッキーニの方めちゃめちゃ水分出てくるんですよ。塩麹でズッキーニのね旨味を引き出しつつ、余計な調理にあまり不必要な水分は抜いておくということで、ズッキーニのね旨味をギュッと感じられると思いますから、ここで、塩麹もね拭わないで一緒に食べれるようにそのまま粉つけていきます。薄力粉と片栗粉同割りぐらいですかね。
もちろん薄力粉だけでも片栗粉だけでもいいんですけど、薄力粉独特のねちょっとふわっと感と片栗粉のカリッとした感じ、両方楽しみたいっていうのでシンプルに胴割りにしてます。ここからは揚げていくだけです。さあもうね山場はだいたい超えてますね。折り返し地点です。180度の油で全体をねしっかりと香ばしく揚げていきます。ただ注意しなきゃいけないのは塩麹使ってるんで、いつもよりはちょっと焦げやすいです。ちょっと焦げやすいんで、それはね十分こう気を使ってください。で背中の部分、皮の部分ですね、ズッキーニのやっぱ一番そこがね、硬さでいうと硬いと思うんで、どちらかといえばやっぱりその皮の部分を重点的に揚げていくといった感じです。でこれ6センチぐらいのフライパン使ってるんですけどね、やっぱり一気に全部揚げるのは無理なんで 2,3 回に分けます。いいっすね、この光の当たり方がいいですね。これ映像がいい。さあそれで、これもね一旦引き上げます。一旦引き上げて、で最後もう一回仕上げで揚げます。こんな感じですね。そうすることでこうよりガリッとした食感を楽しめると思うんで、できればね揚げ物は2回ぐらい、最低2回には分けた方がいいかもしれないです。いい感じに香ばしさを楽しめそうですね、これは。はい、というわけで盛り付けドレッセンに行きます。ちょっと長いですからね、この長さが収まるお皿にしっかりと盛り付けてください。で、作っておいたサルサ、これはねあんまりどっぷりかけすぎるとせっかくカリッと揚げたのにしなっと戻っちゃうんで、なんでしょう、適度に。やばい。ピリ辛でとろける感じ。ズッキーニがねすごくこうとろける感じなんですよね。うまっ。外側の衣はガリッとしてて、心なしかふわっと感もある。でもメインはガリッとしてるんですよね、最初の印象は。で内側がとろっとしてる。ズッキーニとサルサうまっ。おお、ピリ辛うまっ。食欲なくても食欲増大させる力がある。やばい。というわけで塩麹でマリネしたズッキーニのフリットとサルサでした。暑い夏にめちゃめちゃいいと思うんで、ぜひ参考にしてみてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。